こんにちは、山本龍です。今日は、やりたかったセッターの基礎についての動画をやります。で、4つポイントがあるんですけど、自分が意識しているところは、まずは1つ目が、クイックをセットしてあげる。クイックをセットしてどこでも上げるのを意識してます。2個目が、中心か右目側で上げるんですけど、やっぱこうもらうときに左目で上げるよりこの中心かこっち側で上げる方が自分の中ではしっくりきてるんで、そこを意識してます。で 3つ目がセットアップしやすいように楽な姿勢で構えてます。で、ガチガチにこう構えてるよりかはフラットな感じでやる方が自分はセットアップしやすいんで、そこを意識してます。で4つ目が立ち位置は真ん中より後ろなんですけど、これは後で細かく説明するんで、今軽く説明したんですけど、一個一個、トス自分が実演しながらやっていくんで、それを意識してみてください。で応用編もやっていくんで、応用編はやっぱボールからずっとこう見て上げるのも大事なんですけど、やっぱり試合で勝つとかセッターの役割っていうのはそのブロッカーを振るとか、そのできるだけ枚数を減らしてあげることだと思うんで、応用編でボールから目を離して一瞬こう相手ブロッカーを見るっていう練習を応用編でやっていきます。で一個一個やっていくんで、ぜひ見ていってください。レッツゴー。やっぱりこうレフト上げるときにこれだとレフトって分かりやすくて、ここだとライトって分かりやすいんですけど、この毎回自分は A クイックもしくは B クイックを作ってからこっちからライトレフトに上げています。そうすることによって相手のミドルブロッカーも、ちょっと分からなくなったりとかするので、よりいいと思うし、そのスパイカーも打ちやすくなると思うんで、しっかりここは自分はクイックセットしてから上げてます。クイックセットしてレフトライトに上げてます。まっすぐ今取ってもらってるんですけど、中心か右目側で上げるってあったんですけど、こっちから絶対ボールが来るわけで、このまま上げるシーンも十分はあるんですけど、より、できるだけこの中心かちょっと右こっち側で捉えてあげる方がスパイカーも打ちやすいし、その安定やっぱりこっちから上げるってことはこっちからこう持っていってしまうのでネットに近づいたりしてしまう部分があるんですけど、しっかりこの中心とここで上げるともう本当にまっすぐ出すだけなんで、そのブレっていうのがなくなるので、トス上げるときはここじゃなくてできるだけここで上げた場合ライトに上げるとネットの方に入ってしまう。できるだけここか右で捉えることを意識してください。3つ目のセットアップしやすいように楽な姿勢ってあるんですけど、やっぱ強打とかと違ってこのセッターっていうのはこの臨機応変に対応しないと、臨機応変なってるにボールが対応しないといけなくて、でそれでガチッと構えてるよりは楽に軽く膝を曲げる、自分は軽く膝を曲げていつでもいけるような、姿勢で待ってます。で足首もリラックスしながらちょっと踏んでるのかな、サーブキャッチの時に踏んでいくっていうイメージで、これとこんなよりかは楽にリラックスして持ってる方が自分はいいと思うんで、ぜひ試してみてください。で4つ目が立ち位置は真ん中より後ろっていうのあるんですけど、コートの真ん中はここでセッターはここにいるのが正解かと思うんですけど、実は違ってっていうか、自分の考えなんですけど、自分はほんまに今線書いてあるんですけど、ここら辺で待ってます。ここで待ってる理由としては、ここの真ん中よりにみんなそのセッターとしてやっぱ前のボールは強いわけで、ここから前のボールは強いわけで、ここにいるとこっち後ろゾーンのエリアのセットアップがしんどいじゃないですか。自分はしんどいですけど、得意な人いるかもしれないですけど、自分はその前ステップの方が得意なので、できるだけこの前の方が多くなるように、もうこれぐらいでもいいですけど、
できるだけこっちのゾーンはもうワンステップぐらいでいけるイメージで、立ち位置はほんまに3等分して分けてるぐらいかなの立ち位置にいる感じです。ぜひその後ろステップが苦手とか前ステップが得意な人はこっち側で待っとく方が、サーブレシーブする側の人も多分やりやすいと思うし、そこはセッターの一工夫で、返球率だったりとか変わってくると思うんで、そこは試してみてください。はい。無理か。ダリラフー。オッケー。いける。よいしょ。で今から、セッターの人、今言ったんですけど、1、2、3、4全部一気してみるのでやってみるので、ぜひ見てください。いいねいいね。はいはい。あ、いいっすか。右目側で上げる、楽な姿勢でセットアップの姿勢に待ってる、立ち位置は真後ろ3等分のこっち側で待ってるっていうのをやりました。はい、いかがだったでしょうか。よし、次応用編いこうか。次に応用編のボールから目を離して一瞬相手ブロッカーを見るってやつをやるんですけど、まずはそのさっき基礎でやったその基礎をできることと正確なトスを上げれてからでいいと思うんで、全然そこはそれをしてから、ちょっと余裕が出てきたら、自分がやってるのはこうまず返球が来ます。返球が来て、ここら辺でボールが落ちるなっていうのを予測したらそこにもうセットアップして、でそのちょっと時間があるんですけど、その時にちらっとミドルブロッカーが、ミドルブロッカーに相手の人がミドルがうちのミドルにコミットしているのか、レフト側に寄っているのかライト側に寄っているのかを判断して、ちらっと見て、レフト側に寄ってたらライトの方に上げるし、コミットしてたらそのパイプだったり、逆サイドを使ってやっています。本当にこれは難しくて、もう本当簡単にこうまず予測してこうちらっと見てやるのを、まずはできてから正確に上げれるようになってからやっていくべきだと思います。でも中心か右目側で上げるってやつあったんですけど、そのいい練習方法あるので、やってみて、まずは自分でこうちょっと右側に投げて、その肩右肩で落とす、当てて落とすですけど、これは普通に右肩ってことは、中心か右目側で上げてるので、自分でできると思うんだけど、ちょっと右側にボール投げてセットアップの姿勢作って肩に、本当にこれ最初だと難しいと思うんで、まずは自分でこう投げてセットアップしてここに当てるのやると、その自分のいいポジションで上げれてるんで、これは本当中学とか高校の頃よくやってて一人でできると思うんで、やってみてください。よいしょっす。